はい、ありがとうございます。ケーキ食べたくなったらここ来てください。おしゃれで甘さも控えめでめちゃめちゃ美味しいです。この液体が何ですか？これはシロップですね。オレンジの皮とレモンの皮、シロップで一緒に煮出して香りミックスして。
やっぱ温度とかってかなり重要だったりしますか？そうですね、温度というか、この作業ですね、結晶化させるっていうような、50度以下で溶かして26度かな、チョコの種類にもよるんですけど、下げて30度まで上げてってやってましたね。へえ。そうなんです。これはシュクレ生地って言ってタルトの生地ですね。店内の雰囲気とか今も奥様がそうですね、基本的にはお花とかはね、一緒にこの辺とか一緒に買いに行ったりとかも。これ可愛くないですか？ボタンのめっちゃ可愛いですね。ボタンモチーフなんで、南アジアの方にこうボタンのオーダーして作ってもらってるんです。デザインしてアクセを。プリスさんはボタンをモチーフに。あ、そうですね。ボタンってこう日常にありふれてるじゃないですか。プリウス自体がこう皆さんにとって日常的な、でもその中で特別感もあってみたいな。あとはボタンをこう糸でつなぐ、人と人をつなぐみたいな、そういった意味も込めてボタンにしました。だから最初何屋さんですかみたいな、ボタン、そう雑貨屋さんみたいなことはありました。たまにパン屋さんと間違えることもカスタマイズ。
あ、ブランっていう商品でホワイトチョコとピンクグレープフルーツのケーキになってます。食用バラですか？そうです。今あんまりあれですか、見かけてんねんみたいな金箔っす。ああ。固定用でタルトなんで滑っていっちゃうんで、これにひっつけてます。カカオバターです。これを塗って湿気を防ぐ。
これを食べた時にまだ香るように。こことここ。娘さんと息子さん、はい今日はヒップホップの発表会ですか。なんか踊れたり見せて。せーの。すごい。今日の意気込みある？頑張ってください。お父さんのどういうところが好き？ケーキ作るとこ。お父さんのケーキ美味しい？美味しい。何が好き？いっぱい。いっぱいある？美味しいケーキが。ありがとうございます。行ってきます。いってらっしゃい。
クチョコのムースで結構いろんなチョコの層が入ってるんですよ。そこクランチでデガナッシュクリームとか、なんかいろんな食感のチョコレート楽しめる人気あります。結構お子様から本当年配の方まで皆さん。このタイルの前で撮るんで、初めの頃とかここで撮ってたんやってよく言われました。このタイルやって
トーショップ。タコショップは日本にある。そうだ。あ、そうです。気をつけてお持ち帰りください。ありがとうございます。お待たせしました。すみません。ありがとうございます。はい、行きます。なんかイベントの時はここにケーキ買いに来るんですけど、生クリームとかも甘すぎず、なんか私は好きな感じで、他のケーキ屋さんに置いてないようなケーキがあるから、私は好きでここに来るんですけど、はい、好きなケーキだけ選んだら遊んで待てんねんな。いいねんな。やっぱりいいですね。お子様がいるお客様にとっては。そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。いちごショート。 4つで。はい、お気をつけてお持ち帰りください。ありがとうございます。お待たせしました。坂本様。はい。今日は母の日なんで母親にケーキをみんなで食べようと思って、見た目が可愛くて味も美味しくて、はい、いつも買ってます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。どういったイベントで？あ、そう、子供1歳誕生日で
ケーキ急なんですけどお願いしてしまってとあと母の日のプレゼントも焼き菓子も美味しいんで私ケーキ食べたくなったらここ来てます。さんのケーキがちょうど嬉しいです楽しんでください。パーティーありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。お待たせしました見てください、これかわいいいちごマシマシにちょっとしてくださいって言って嬉しいな。1歳でーっつってはい1歳になりましたなケーキ割とここばっかりで店主さんも優しいし喋りやすいし家近いのもあるし美味しいしな。ほんまでもほんま主人食べれるぐらいあっさりしてて美味しいんでリピートしてます。はい、これ母の日の焼き菓子セット、そうイベントごとでなんかいろいろ利用させてもらってますいかがですか、あんまりフリュスさんのケーキは。あんまり甘すぎるの好きじゃない。美味しいです。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。冷まします。どういう経歴でパティスリーの方に？もともと専門学校出て、ユーハイムさん7年ぐらいですかね。で1回淡路に帰ってきてホテルで1年でまた神戸行ってマカロン専門店グラモーディーズってわかります？5年ぐらいですかね。ご出身が淡路なんですか？そうです。もともと淡路でしたいって思っとったんで、こういうことしてたらコンクールとかも結構好きで、飴細工とか会社おる時にやらさせてもらったりとかで賞とかも取らさせてもらったりとか、なんか作ったり描いたりみたいなのが好きでしたね。で親父がもともとパティシエというかねやっとって、まあちょっと興味出てみたいな帰りはそんなんです。でもまあそんな中でねなんか面白いなっていうのを見つけたんで、まあ、こうやって今続いとると思うんですけど。ほら飛びますよ。
それ昨日からアルファ2つとはいいちごショート1つで以上、はい以上ですありがとうございますまあ、同級生なんです。でたまに、はい、イベントごととかがあると活用させてもらっています。おしゃれで甘さも控えめでめちゃめちゃ美味しいです。一番の気に入りはショコラです。うちの家族もここのチョコレートだったら結構食べやすいってここに来たらいつもショコラを必ず注文するようにしています。ありがとう。ありがとうお待たせしましたあ、母の日2つじゃなかった1つお金なくなるから。出したろうじゃあ2つではーい今日は自分で買うんですか？何を買ったの？クッキーシュ。クッキーシュー。ありがとうショコラショートといちごショートはーいはーいこれマジうまいですからねラッキーショットですアーモンドとホワイトチョコですはーいありがとうあっさりそうだありがとうございますありがとうございます今日はお兄ちゃんはお小遣いで買ったんですか？はい。クッキーシュ。外のクッキーと中のカスタードが美味しいです。みんな来てくださいね。ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛い。こうやってまた乗っけてくれるの嬉しいですね。そうなんですでもおすすめしてくれてました。あ、ほんみんなに食べてほしい。嬉しい結構すぐなくなっちゃいましたね。イベントとかやったらまた後で足したりとかもねしたりとか追加できるものは追加していくようにお願いします無理無理って言いながらちゃんとやってくれるんではい切れ端置いといてくださいいつもねロールケーキって切れ端できるんですよ、はい、私のおやつそうなんですそう特権ですね。そうです切れ端食べれるっていうおやつの時間いいんですか？よろしいですか？でもこっちソースうわいっぱいやからすごっ。ソースある方が多分美味しいですねお二人はこの淡路島、ご出身は淡路島なんですか？そうです U ターンですもともとは淡路島で出られて。で僕はもうする気でそう淡路島でやるっていうのをもう付き合う前から言ったんで11月で5年になります丸5年オープンの時は兄弟に姉2人に手伝ってもらって接客はねしたんですけどで裏もな親父がお父さんもともとパティシエ
やったんで。そうなんですか。やっぱ地元ならではもうみんなのご家族勢ぞろいで最初始めたんですね。あとはもうずっと2人で。どうですか、お二人だけって。喧嘩もしますしね。喧嘩もします。あ、そういう時もあるんですね。そういう時もあります。そういう時ほんましんどいですよね、やっぱりね。家帰ってもおるし、こっち来てもおるし、どこでもおる。いやいや、こっちのセリフ。そうやの。お互い様なんで。お願いします。これは勝負の中にかかります。
は洋梨炊いた時のシロップです。これを振っといて香りの補強をしてます。そうなんですか。キャラメルのソースです。洋梨酸味が少なくて食べてるとこうずっと甘い感じになってしまうのでアクセントというか、飽きないようにみたいな感じですね。絶対私は無理です。3回ぐらいやり直すかもしれん。白の日か茶色の日しかない。2色しかない。基本。黒も着いひんの？なあ、見たことないよな。レアやったんやあれは。言わされてる。でもめっちゃいい感じ。ちょっと長そうやな。そうやろうな。でうちナッペするときはこれ作業ナッペするんですけど、純生クリームで何にも入ってなくて通常安定剤とかが入ってるのでもうちょっと触れる回数が多いんですけどボソボソになるのが通常のものより早いので。怖いもんな。
あった。やばい、めっちゃ調べするの大変やった。逆に迷惑。このデジタルの時代にもう持ってないんじゃない？キャロットケーキのフロスティングって言って上によくクリームとかが塗ってあるんですけど、チーズとかバタークリームとか、うちはチーズクリームを塗ってます。なんか束のに集まってよかった。帰ってきたバナナが。バナナ3ぐらい。うん。なんかボンさんが10月ぐらい。どうしてあれテーマ何やったっけな、秋やんな。初めてですし、彼女も全部自分で作って秋
秋らしい商品っていうテーマの授業で、そのコンペに出したやつで、これコンペ取ったんですけど、商品としてっていうかうちで出すのはもちろん初めてですし、彼女も全部自分で作って、お客様にお金をいただいて出すのは初めてですね。はい。ショコラバナーヌと、ショコラバナーヌが一つです。やばい。なあ、わかる。お願いします。
中にナッツとチョコのブラウニーとバナナ、キャラメル、なんかいろんな味がします。甘すぎなくて美味しいです。ナッツがしっかり入ってるんで食べ応えがある。どっちかっていうと甘くなくてちょっとあっさりしてる感じがします。コーヒーと合います。コーヒーと合います。とりあえずはいいんじゃん。入れても2杯分ぐらいかな。今日はついつい平野の今日のケーキと洋梨のショートケーキ頼みました。アヒルブレンドのアイスを頼みました。飲みやすいんで好きなんで、いつもここ来たらアヒルブレンド頼んじゃうんですけど。お一人でも全然。もう全然、むしろ一人でよく来る。一人で来やすいなって思ってます。ついつい平野は地域イベントなんですけど、そこに参加させていただいてて、で、いつもは私が考えたものとかであることが多いんですけど、今日は彼女のケーキを、だから私以外のケーキを初めて今日出すんですけど、はい。コーヒーはいつも、はい、時々飲まれるんですか？引き立てはやっぱり全然匂いが違うんで。これコーヒー豆の方にもこだわりってあるんですか？そうですね、ブレンドじゃない豆を3、4種類一応ご用意するようにはしてます。季節によってちょっと変わったりするので、はい、宇都宮の湯気焙煎所さんっていう
コーヒー屋さん焙煎室さんにお願いしてるんですけど、アヒルブレンドは実際にお店に行ってテイスティングしながら微調整をしてもらいました。ちょっとフルーティーさを足したりとか、そういう細かい調整とかは一緒にさせてもらって毎日飲みやすいようなブレンドにしようっていうことで飽きのこない味に一応してもらいましたクンってやったらそうあかんかった粉砕されんねんな秋代子さんとりあえずさっき葉月さんにチップです自家製なんです。チップがこれ自家製で作られてるんですか？スライスしてオーブンで低温で乾かしてでチップにしてますね。はい、包まれてるんですか？これはギフトボックスで配送で注文いただいてる分になるんですけど、焼き菓子とコーヒーのペアリングギフトを今包んでます。通販サイトがオンラインショップと通販サイトクリーマさんと2種類あるんですけど、そちらからの注文か店頭で配送の指定とかいただいてもお作りすることができます。美味しいです。コースターをね、この柄がどの柄になるのかが楽しみなんです。アヒルさんだけの時もあるし、こうやってちょっと可愛らしくなってる時もあるので、2ヶ月か3ヶ月に1回なんですけど、なんかこちらへ来た時には必ず立ち寄らせていただくように、もう本当に楽しみだし、このために1ヶ月頑張ろうとか、次行くために頑張ろうって思えるから、特別な場所ですね。アヒルのイラスト、はい、あれは全部生駒の担当です。自
事務作業とかイラストとかそのデザイン系はもうほとんど生駒の作業で彼女が描いてます。ロゴも全部彼女が描いてます。もともと絵が得意だったのをもうちょっと勉強して頑張ってもらってる感じです。コースターもですし。そうですそうです。ああいうのも全部彼女があそこの壁に飾ってある絵だけは、元スタッフやった子が描いてくれて、なんか勝手に役割分担していった感じです。得手不得手で。基本お菓子とか、はい、そういう商品に関しては。そうですね。商品開発は基本私が全部やります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここでのポスト入りましていますね。ありがとうございます。お預かりいたします。お願いします。これジンジャーエールの新生姜のスライスして鍋で煮込んで作ってるシロップになります。ということはクラフトジンジャーエールですか？そうですね、はい。季節になったらいつも新生姜買ってきて作ってるような感じになります。お願いします。ブレンドホットさせてます。アヒルブレンド。はい、チーズケーキをカフェオータム。カフェオータムの一つ。はい、以上です。限定のケーキがめっちゃ美味しいです。チーズケーキもめちゃくちゃ美味しいです。柔らかい。私は店内は2回目で
テイクアウトは何回かしてました。お飲み物はお二人ともアヘルブレンド。なんか前にコーヒー飲んで美味しかったんで来たんですけど、今日も美味しかった。今日も美味しかったです。初めてですけど、雰囲気もすごい良くて、コーヒーも美味しかったです。ケーキも美味しかったです。また近いんで、ちょっとね来ようかなと思います。はい。パティシエですけどコーヒーもできます。やります。もともとオープンしたのもコーヒー屋さんなので、もう1店舗あるんですけど、そっちが先なんですよ。後にこっちを建てたというか作ったんで、1店舗目はコーヒースタンドなんです。それをはい、友さんとお二人で、あ、そうです。最初はだから2人で、コーヒースタンド立ち上げて、生駒も今日はこっちにいますけど、普段は向こうにいます。もう1店舗の方に。どういった経緯でコーヒー屋さん始められたんですか？専門学校の同級生なんですけど、イベント出店じゃないけど、それ系で一緒になんか1回やろうやみたいな話になって、それがもう6年以上前、24で移動を始めて、その時はまだ働いてたんです。働きながら土日になったらイベント出店して、夏になってもうこりゃしんどいなってなって、暑いのでパン屋さんで間借りしてたので、ザ・マーケットさんってわかります？はい、先日ね、撮影に、あ、そうなんですか？ああそこで、出させてもらってて、その時にパン窯でお菓子も焼かせてもらってたんですけど、それが好調やったので、じゃあなんかもう暑いし拠点が欲しいなってなったので、そのままなんで移動1年半ぐらいやってから実店舗で、あっちで3年ぐらいやってからここをオープンして、ここが丸2年ぐらい経ちました。よし。
焦がしバターを焦がしてます。あ、これ焦がすんですか？焦がします、このまま。まだまだかかります。一般的にはだいたいこのぐらいで止めることが多いと思います。多分。まだもうちょっといくんですか？まだもうちょっといきます。iPhone4 はバカにしすぎやろ。あれもう電話として使われへんやろ多分。もうまだパカパカしてたと思う。初めての携帯は。ちょっと後ろごめんなさい。どういう字汚かったら言われる？何多分やったやろ。18度やったのかな。2人中野さんです。いいねいいね。プリンはインドネシア産のバニラをシードを使ってて、で結構このひっくり返すタイプっていうのは硬いんですよ。ひっくり返して固形しないといけないから。でも結構その硬さが嫌で、作る時にこうひっくり返るけどこうムチムチとか硬いプリンっていう感じじゃなくて、こうギリギリのラインを攻めて固形はできるみたいな。なので、見た目の割にはすごい柔らかいです。へー。
若いスタッフも。はい、もうほとんどっていうかみんな若いです。みんな若いですね。20前半が多いんかな。いくつ今？24。中野さんいくつ？私20。今年4。どうですかお二人このアヒル菓子店で働かれて。すごいホワイトです。今日オープンからずっといてくださったんで分かると思うんですけど、9時半、早くて9時半出勤で、帰るのも遅くて7時とか、基本8時間労働なんで、9時半に来たら6時半までになるべく帰るし、今日は定休日明けでちょっとどうしても仕込みが多くてバタバタしてるので9時半なんですけど、普段は10時出勤。皆さん喋りやすい、年齢も近いし、パッて困ったことあったらすぐ聞けたりする環境があるのがいいなって。もっと言って。洋梨のショートケーキとキャロットケーキお願いいたします。はい、ありがとうございます。ショートケーキの方が、アヒルブレンドとあとストレートティーのアイスが合うものになるんですけど、いかがなさいますか？ではアヒルブレンドでお願いします。はい、アヒルブレンド、アイスといかがなさいますか？アイスで。アイスでかしこまりました。キャロットケーキの方がインドネシアとそうですね、ミルクティーが合うんですけど、いかがなさいますか？インドネシアで。インドネシアの方で、はい、ありがとうございます。こちらアイスとホットはいかがなさいますか？アイスで。はい、ありがとうございます。どっちの方かわかりますかね？お願いします。失礼いたします。こちらショートケーキのお客様です。こちらキャロットケーキです。もし迷われてたら豆の中やったらこれがよく合いますよとかっていう風なお声掛けとかはあります。あとは結構月曜日の祝日に毎回ペアリング会っていうイベントをしてて、外部のパティシエの方、私たちの恩師なんですけどを、お招きしてケーキやパフェはお任せして、私はドリンクをいつもと違う豆であったりとかアレンジドリンクであったりとかでペアリングをす
するっていう会をしてますまあそれがもうかれこれ5年ぐらいやってるんですけど、それをこうずっと続けていくうちにお客様の方から結構これに合うコーヒーってどれですかみたいな、とてもよくご質問いただくようになって、なんかこう浸透してきた感じがあってすごい嬉しいですペアリングっていうのはどういうことですか？まあ要はそのワインでいうマリアージュに当たるんですけど、まあ、コーヒーもこれだけ紅茶も種類がある中で、コーヒーの中でもこれだけ浅入りで酸味のあるものから、まあ、深入りでしっかりとしたコクとか苦みがどっしりあるものがあるんだから、焼き菓子だからコーヒーに合いますよっていうのは一律に言うのは違うよねっていうのがずっとあったので、まあ、自分がやるときはそういうことをしようと思ってよかったはい、プリンがアイスのカフェオレです。はい、そうです。こんにちは。プリンは、まあ、ブレンドかカフェオレのアイスがいいかなと思ってて、ブレンドはそもそも、まあ、焼き菓子全般によく合うようにそこのバランスを攻めた豆なんですけど、アヒルブレンドに関しては中入りになっててしっかり深いわけじゃないんですけど、焼き菓子とかバター感とか生クリームとかにあまり負けないぐらい入り具合と、焼き菓子でもまあレモンが結構入ってたりするので、まあ、そこと合わせやすいように最後には酸味が少しするような形にしてます。今回はプリンのこのバニラの柔らかい甘さ香りと、ブレンドか、もしくはカフェオレ同じ牛乳を使ったものになるので、カフェオレの豆はマンデリンっていう深入りのものをいつも使ってるんですけど、そのマンデリンの部分とこのキャラメル感は結構こう似たような性質を持ってるかなと思ったので、今回はブレンドはもうお飲みだったのでカフェオレにしてみましたはい、ありがとうございます。お二人でやられて7年ということだったん丸7ですけど、年ぐらい、うんね、あっという間過ぎましたね気づいたら30超えてる、怖いな、怖すぎるもう何か今後どういった茶たちにしていきたいみたいなのあるんですか？なんかこう店舗は別に増やしたいとかはないんですけど、このまま近所の方とかにまだ愛されるお店になればいいかなと思ってますお客さんにはこの変なもん出されるなっていうこだわりぐらいしかないですね。もう飾りはもうその日の気分でこだわらないことがこだわりあんまりこだわってないですよ。1年近くは通ってると思うんですけど、すごい美味しいです。どれ食べても。こんにちは。
ヘーゼルナッツのまたなんか挟まれてましたけど、何塗ったやつ挟まれてあんずジャムあんずジャムとバタークリームですね。美味しそう。ちょっと黙ってると息苦しくなってくる。
酒、みかんのお酒です。大体あのちゃんも使うんです。一番味の邪魔せえへんっていうか。可愛らしい。難しいんですよ。斜めに切る。そうそう、斜めに切られてましたよね。合わせながら。うん。下に少しクリームを置かれるのはどうしてなんですか？滑らないように。のり漬けみたいな。そのケーキに合う素材ですね。これ難しいんですよ。手作りですか？そうです。固まる前に巻かないと。すごい。そう
包丁の入り具合によって僕ケーキ1個でも変えてるんですね。そのケーキの生地の状態が違うから、この包丁やったら潰れてまうとか、この包丁やったらきれいに入るとかもう考えてそこがやってるんです。ソウルナイフってヒラメとかおろすやつ、下ヒラメとかあんまりお菓子屋さんでは使ってない。すごい。やっぱりこれでないと加工できないケーキであったりとか自分はね、なんかそういう細かいところが気になるんで。カシス甘酸っぱい。これは艶出しです。カステラピューレと混ぜて。
このチョコレートは今何をイメージされてるんですか？立体的にちょっと見せる結構柔らかくしないとチョコが刺さらないのでコーティングしやすいように冷凍してて、チョコを刺すにはちょっと硬いんでしばらく置いて柔らかくしてから刺して飾りはもうその日の気分でいろいろ変えます。気まぐれな部分。気まぐれなんでチョコレートに関しては大体計算してショーケースの光が入ると薄いとこと濃いとこができるでしょ。で綺麗に見える。そこで学ばれいやそれはもうやってるうちにっていうか好きなんですね。チョコレートが好きな扱う方が。ご自身が作られてるケーキの中で一番好きなケーキってどのケーキになるんですかね？オペラですね。オペラ背の低いチョコレートのコーヒーのあれが僕一番好きなんです。何も飾らないでも綺麗。どうですか？無添加。外から温められるのはどうしてなんですか？柔らかくして、待ちやすくちょっとかけるんです。そうなんですね。
つも朝ごはん食べてるんです。やばいでしょ。すごい。クリスマスなんかもっとすごいですよ。あ、クリスマス。予約とそっちの小さいケーキも出すんですけど。両方作られるんですか。そう。あんまりそんな店少ない。何台ぐらい作られたんですか。去年のクリスマス。100台ぐらい。100ちょいにさらに。100ちょいにあれ。なかなか一人でそれをやるんか。いや間に合うかなと思うぐらい。なんとか間に合うんですけどね。いつも。そういったなんて言いますか、今ケーキを続けられる理由ってあるんですか。最初はずっともう生活のためで、もう若い頃の遊ぶ方が好きでしたし、途中も挫折したし、ずっともういやいややってた。あと料理でこうホテルに神戸のフランス料理回ったんですけど、お菓子の人が足らないからで誰かで僕が聞かされて、そっからみたいな。とにかくお客さんにはその変なもん出されへんなっていうこだわりぐらいしかないですね。こだわらないことがこだわりってあんまりこだわってないんですよ。ただその添加物とかだけは極力使わない。マーガリンも使わない。ショートも使わない。バターだけですし、自然を大事にしてるというか、抹茶でも色が変わって当然みたいな。色変わって普通なんやから何も入ってない。安定剤が入ってないと沈んだりクリームとかでもそこはあんまり僕は気にしないんで、ずっと保ってる方が不思議なくらいね、同じ高さだからもう沈んだら沈んだ。それを分かってもらえたらいいかな。
夏なんでそのままのお渡しになりますが、ご苦労大丈夫ですか？はい。ちょっと扉開けますね。ありがとうございます。すいません、お待たせ。ありがとうございました。人の家にちょっと手土産で持っていくっていう時に利用させてもらってます。1年近くは通ってると思うんですけど、すごい美味しいです。どれ食べても。大変お待たせいたしました。いつもありがとうございます。また持って行ってきます。ありがとうございます。こんな感じで。マドレーヌ。ケーキは何年ぐらい作られてるんですか？ここが今7年目なんですね。それ以前に30年ぐらいしてた。30年？女装で勤めで阪神大震災があって住んでるとこが傾いてしまってもう実家にとりあえず帰りました。実家は寿司屋なんですね。その間にもうやめようと思って、どうせケーキやめるんやったらもうええかなと思って、勉強するんやったらじゃなくてならちょっと見とこうかなと。フランスの会社でフランス行ったんですね。悔いのないように。で帰ってきて、でも建設業に就職したんで、なんかちょっとちゃうなっていう感じ始めて。でもともとホテルの時の友達がうち来へんかってでそこに就職して、とりあえず勤めてたらね、やっぱりね上からとか下からとかありますけど、いろいろやっぱりそういうのが自分に合ってなかったみたいでずっと体を壊して、またよそのケーキ屋さんがうちに来るからって、そこにもう10年ぐらいですかね。体的に合わないよね、精神面が。でまた体壊してなった時にもう50やったんですよ、年が。探してもケーキ屋さんって給料がそんなに高くないんで、子供もいてるし、じゃあお店でもするしかないなっていう感じで、それが7年前だったんですね。で妻と2人でやろうかっていう話、いつか60かそれぐらいになったらできたらいいなとしか漠然としか考えてなかった。その体壊したりなんかあったりいろいろあったりして、もうするしかないって感じで、相談していう感じで分かったみたいな最初は乗り気じゃないです。はい。
全体食べてください。バニラ。これバニラなんです。天然。こんにちは。マナバックっていうのと、はい。
食べれる花っていうかエディブルフラワー。ちなみに今日の飾り付けのイメージというかもうないです。フィーリング、そう。いやめちゃくちゃ綺麗ですね。そうですか。ちょっと機嫌悪いです。どうぞ。今日はお誕生日ケーキをご購入されたんですか？あ、そうです。妻がよく来るので美味しいですよね。この店内も綺麗で、店員さんもすごい親切にしてくださるんで、すごくいいお店だなと思ってます。以上4点ですね。はい。押しましょう。じゃあ一つお願いします。あ、これ一番。すみません。はい、10年。ありがとうございます。はい、すみません。はい、どうもありがとうございます。あ、大丈夫。ありがとうございました。母から聞いて美味しいケーキがあるよって聞いたんで、それからハマってしまってリピートさせていただいてます。私モンブランがもともと好きなんですけど、もうすごく味が濃くて他にも好きな方がいらっしゃったらおすすめです。こじんまりされてるお店ですけど、すごく奥様も愛想のいいお方なので、ケーキを買いに来たついでにお話とかできて、とてもいいお店だと思います。お待たせいたしました。どうぞ。その最後どういう風に持っていきたいみたいなのってあるんですか？いやもうこのまま、大きくもしないし、こじんまりとこのまんま。このままで二人だけでも。これしかないからね。楽しく。それが一番。それが一番いいかなって。今はじゃあこの日常を楽しんで、ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。おはよう。
てくれてると。一日はね、パンをちょっとやってケーキの方行ってひたすらクリスマスケーキ。クロワッサンの量すごいですね。オート無料のクロワッサンで何個ぐらい？何個やろ、3万個ぐらいちゃう多分。5時近辺がお客さん重なって。スーパーやけど、もうレタスも売ってなかった昨日。もうからへんやろな思って。空気感がすごい。空気感が。全部売ってなかった。売ってなかった。イベントごとの時は。うん。まあ必ず何かあるね、やっぱり材料にしてもなかなかドンピシャで量が増えれば増えるほど。レタスも微妙やね。今あんま売ってなかったよね。レタスキロもあんま売ってない。そうやそうや。オッケーか。向こう寒いから寒いから。
扉は開けっぱなしなんですか？ケーキ入る場所がないから冷蔵庫状態にしとかな。冷凍入れとっていいですか？手前がきついか。上のスポンジを。はい。
も柔らかい。もう白くしたで。ここ。やつの方が少ないの4グラムが。そう。ちょっとおはよう。真ん中の方に寄しといて。あっちに1台。うん。で伝票があそこで。これリボンですよね。リボンかな。一応写真だけ撮っといてもらって。みたいな。ああ、あれね。もうこれしかないんか。それかひげに星マーク書いとるやつか。8号やったらあれやな。1個。3本つけます。今すぐ入れたら。金の。オードブルのやつ。ああ、そうやな。あら。あらんか。いやまあもうこんなまあ8号。ちょっと8号置いとくよ。はい。ちょっとだけ軽く持ったらこれ上に。おい。
もう朝打ってまうかほな。10時にむっちゃ組んで。冷板こっち入るからもうグラス入れ今ついておく2袋ぐらいでいいから。あらだ見えるな4号。このを取って当ててくれる。じゃあほら、とりあえずカチカチの分はこのチョコ読んで。この方は3代。今日は一番最初に。そういやもう並んでるかなと思って予約してなかったんでね、だから買えるんかどうか分からへんけどな。買えるのかな。並んでるよ。お待たせいたしました。どうぞ。すみません、お待たせいたしました。ケーキやりました。買いました。買いました。無事買いました。よかったですね。ありがとうございます。どうもすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何がやったんですか。普通のホールケーキ4号の予約してなかったからもうどうなるかと思ってましたけど無事買えてはい良かったです。はい。一番に並んだ回が。ありましたありました。ありがとうございます。ありがとうございました。よしはい行こうか。モナンピーとまあたまに会おうか。午後でしたらすぐ。はい。午後ですみません。ありがとうございます。はい。失礼いたします。こう持っていただいた方がいいかと思います。すみません、お待たせいたしました。お次のお客様どうぞ。時間がこんな感じでいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。クリスマスでそうです。注文されてたんですか。はい。何もらったの？ケーキ。いいとバイバイ。バイバイ。ありがとう。ほらそうやなつまみだけあほんま
了解。ミニトマトも。 4号って結局新たの人でよかったですか？あ、まあ、もうええで。あ、小林設備か。ちゃうか、ほな。あれってガスクチーズとあとクリスマスの一日はもうこれひたすら。はい、ひたすら。なかったら言うてな。今日は何台？今日なんだよな、300ぐらいか。そうですよね。300台ぐらいかな。おはようございます。忙しいね、店長、こっちもあっちも。それはありがとうございます。それは全然。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。パンも美味しいし、ケーキも美味しいんで。もう両方。はい。行かれるんですか？もう両方のファンです。どれ食べても美味しくて、すぐもう食べたくなる。幸せになれるね。見た目でそうやし、食べたらまたもっと幸せになるんで、ほんまにもう横にね、もうブク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 太る一方です。オーナー、いつもありがとうございます。お世話になってます。ケーキ楽しんできます。ありがとうございます。頑張ってください。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。自家製にこだわったりとか、まあ、一個一個コンテストやるつもりでし続けることですかね。あと30分しか。それはい何ですか？よろしくお願いします。
コンテスト用に作ってたやつをもうそのままお客様にっていうのに落とし込んだ作り方もそのまんま何一つ簡略化もしてないですね。構成はグラサージュ、蜂蜜風味のチーズムース、パッションとアプリコットのジュレが来て、でパッションキャラメルのソースが来て、蜂蜜のクレームが来て、蜂蜜の生地が来て、でピーカンナッツのバタークリームが来て、でメレンゲですね。いちごのケーキなんで、時期によって。そうですね、時期によって移り変わりは激しい方だと思います。これはイオって言って構成的にはミルクチョコと、レモンと、ヘーゼルナッツ。グラサージュはキャラメルのグラサージュですね。グラサージュのその種類によってちょっとかけれる温度帯が全然違うんで、ミエルとかだったら34から5ぐらいで、イオとかだったらもう40度とか、もうそのものによって温度は全部変えていきますね。ビジュルージュがピスタチオとベリーのケーキになって、ピスタチオ風味のチョコレートと、周りにローストしたピスタチオ砕いた分を結構自家製は作りますね。やっぱり専門店なんで、最近の既製品も安いし美味しいのもいっぱいあるんですけど、それを使って作るよりもちょっとでも自家製に作れるものは作ってやってますね。個人でちっちゃくやってる規模なんで、そこは効率よりも自分のこだわりというか作り込めるものは作り込みますね。慕ってるシェフの方も、一個一個コンテストやるつもりで作っていればいいよっていう形に言ってくれたんで、構成もそこまで複雑ならずに、自分の個性が出せるように意識してますね。
ちごの層来て生クリームだけの層が来ていちごの層が来るので、それでだからスポンジも含めたらなんぼや246になるんですかね。ケーキを作る上では工程多くなりますけど、一つ多く入れてみようとか、自家製にこだわったりとか、目でも見ても楽しんでいただけるように、そういうふうにはしてますね。かもしれない。ベルローズって言って、食用のバラですね。バラの花で。これがベビーサークルで、うち2歳の子供男の子1人いるので、実家の方にも子供預けれない時はもうお店で一緒に。今日はお子さんは？今日も来ますね。妻が家でいろいろ用事済ませてから一緒に連れてきてくれるので。朝は一緒にケーキはやっぱり仕上げてもらうので、朝一緒にケーキ仕上げるのと。奥さんもケーキを作られる？妻も作れます。もともとパティシエ、今もパティシエなんでもともとっておかしいよな、今もやな。だからケーキも考えてもらいました。やっぱ僕一人じゃ限界はどうしてもあるんで、このサバランとかも妻に考えてもらいましたし。奥様考案の。そうですね。サバラン、伝統菓子とか、パン生地にシロップ染み込ませて食べるケーキなんですけど、僕お酒が全く無理なんで、香り付けぐらいにしか使えないです。自分が食べれる範囲でしか使えないんで、だからお酒はもう本当うちはよその言う香り付けよりもしかしたら薄いかもしれないですけど、結構うちのお客様お子様連れが多いので、子供が好きそうなミルクチョコで考えて、でお酒も使わずに作った感じですね。そういうケーキはアレルギー対応のクッキーとかワンちゃん用のお菓子とかケーキとか作ったりしてますね。
飯作ったり掃除して子供の準備してきました。いつもはもっと騒がしいんですけど、なんか今日はおとなしい。それ電車なの？なんですけど、下がサバランでお酒入りのシロップをたっぷり染み込ませたパンみたいな感じのやつです。あのケーキは奥様が考案されたとか？あ、そうですよ。旦那が下戸なんで。下戸。はい。お酒飲めないんで。
恥ずかしいな。
れこうの方がいいかな。これだったらこうでいいじゃん。11、でも結構もう余裕だうだよな。これでいいんじゃない？これこうは？反対よ、こうは？反対よ。これでいいかな。いいんじゃない？もともと出し始めたのが夏頃っていうのもあるんですけど、まあさっき仕上げてたイオは、自分の息子の名前をつけてるんですけど、子供なんで元気いっぱいなところと、走り回ってるって言ったら大概お花のあるとことか草原とかがイメージしてるんで、お花を上にちょっと乗せたいなと思って、子供だったらもうチョコが好きなイメージがあるんで、それでチョコで飾り付けてって形ですね。生ハムもそれする？いや、その余ってるでしょ。余ってるけど、でも10個。使ってるのが蜂蜜なので、これは分かるように蜂の巣とこの黒の巻きが蜂のお腹の縞模様をイメージしてて、でうちのブルエッタの看板にも看板にも書いてあるヤグルマギクのフランス語でブルエっていう花なんですけど、フランスの国の花なんで、ブルエじゃなくて、ちょっと女の子っぽく可愛らしくそのエッタってちょっとつけたのがお店の名前の由来ですね。
今は16、7ぐらいですね。土日とかその曜日によって種類も減ったり増えたりするんで、今日は祝日なんで16種類ぐらいですかね。やばいやばい時間がバタバタしてきました。ああそうですね、あと30分しかなくて。僕もお菓子の中で一番シュークリームが好きなんで、実家もケーキ屋っていうとこもあって、で父が作るそのシュークリームのカスタードがすごい好きで、いろんなお店いろいろシュークリームとか食べたりカスタードとか食べたりするんですけど、やっぱり父のものが一番美味しかったんで、もうレシピはだからそのままいただいて、皮は実家とは違うんですけど、さっくりした皮の方が好きなんでそれに合わせて、でカスタードも合わせる、生クリームと合わせる時は完全に混ぜきるんじゃなくて 6,7 割ぐらいの合わせ度合いで、生クリームの部分とカスタードの部分でちょっとその違う味と口どけで、結構お客様も今まで食べてきた中でシュークリームも一番美味しいっていうので遠くの方から買いに来てくれる人もいますし、午前中とかにはなくなっちゃう時があるので、シュークリームが売れてくれると僕もやっぱり嬉しいんで、父からもらってるそのレシピでやってるので、僕だけじゃないんで僕だけじゃない。おい、そのまま開けれる？
そうですね、妻が好きなので、はい、母の日で2人でプレゼントしようって言って来ました。今日はいちごのタルトとモンブランとを、はい、買いました。これ母の日とか誕生日とか特別な日とかにもよく来ます。お母さんに何かメッセージというかありますか？またいつもご飯作ってありがとうみたいな。だから生クリームとかだったらうちその九州産のオウム乳業っていう生クリーム使ってて、結構九州産の生クリームであっさりしてるんでムースとか作る時にその出したい味とか素材の邪魔をイメージした通りの味が作りやすいので、そこはもうやっぱ自分の作りやすいものができるね、値段は関係なくオウムさん使ってて。うちのだからスポンジのシャンティとかだったらこの 40% だけで使ってますね。純生なんで、結構扱いは難しいんですけどすぐだれてきたりとかするので、うちは安定剤が入ってる生クリームは一切使用してないですね。入れるとやっぱり作業面ではすごいやりやすいんですけど、それはこっちの都合であってお客様の都合ではないので、そういうとこではこだわってるのかちょっと何とも自分では言えないですけどやってますね、そういう。前のお花屋さんともちょっと仲良くしてもらってるので、焼き菓子とその向こうのお花屋さんと一緒にしてギフト、ちょっと母の日限定なんですけどはい、後でね、看板もそうですけどお花でやってるので、飾りにもお花は使うようにはしてるんですけど、お店にあって飾るお花とかをよく買いに行かせてもらってたんで、そのつながりでしようかなと思ってこちらからお願いして、でそこから一緒に作ってもらってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら4つですね。お待たせしました。ありがとうございます。マッシュキャラメルが入っております。あといちごのお母さんはいらないです。普通にいつもありがとうです。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいね。こちらのメッセージでよろしいでしょうか。ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、クリーム4つ。4つで、はい。最後おまとめして、それでお分けします。
結構美味しいよねっていう話になるみたいで、なんか初めてから買いに来て美味しいよねってなってまたなんかリピートするみたいな感じでしてるみたいです。ではこのようにさせていただきます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでクラフトに出てたんですけど。半分に切って、そう両サイドだったけど、間違ってなかった。お待たせしました。横にろうそく大きいのと小さいの5本ずつつけてます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれはデコレーションご予約のケーキで、お客様がサンドがバナナがいいっていうふうにおっしゃったので別で作ってますね。せっかく誕生日のケーキとか記念日なんで、自分ができることだったらもう全部答えようかなと思った感じですね。ほとんど毎日時間があったら来ておりますね。もう奥さん覚えてくださってるからさっと出してくださるから、優しくしてくださるからね。で私の好みをもう覚えてくださってるからね、嬉しいです。嬉しいですね。憩いの場ですね。そうです。あなたおっしゃる通り憩いの場です。かわいいの。お客様が少し
しでも幸せを持ち帰っていただいて、周りの人も幸せになって伝播するみたいなのが私の中で理想の形なんですけど、笑顔で接客することとお客様のご要望を汲み取ってお伺いする形ですかね。はい、いつもショートケーキをイートインで。イートインで、はい、かしこまりました。ありがとうございます。仕事終わりはお家の近くに公園があるんで、そこで2人でずっと遊んでたりとか、土曜日日曜日とかやっぱり朝結構ケーキの数が量が多かったりしたらこの中に入れっぱなしになっちゃうんで寂しがってると思いますね。もうなんかふて寝みたいな状態になったりはしますけど、できるだけは時間はお店の中でも取れるようにはしてますね。もう子供にも妻にも助けてもらってるんで全然大変とは思ったことはないですね。僕はだから家のことはもう妻に任せてるので、なんか僕はだからその分こっちに集中させてもらってるんで、なんか休みらしい休みもなかったんで、今ではできるだけ家族の時間と作るっていうので休みは取るようにはしてますけど、働くのもなんか生活の一部になってるんで。息子様の将来というか同じパティシエ、いやー一切ないですね。ここ継ぎたいって言ったとしてもそれは継がせる気は今のところ一切ないですね。僕もだから親がパティシエでそういうイベント時とかだったらほとんど、ね、何日も顔見ないとかはあったんで、この子は多分これから体験するんで、その体験した上でそれも覚悟でなるんだったらいいと思います。もうこの子がしたいって言うんだったら1回は止めますけど、この子の覚悟次第ですね本当に何も求めないです。もう普通に元気に楽しく笑ってただ我慢せずに何でも言えるようになってくれたらいいですかね子育てもされつつ、販売もしてすごい大変じゃないですか。いや、そんな大変だと思ったことはないですね。子供がイヤイヤ期なんで「いや」って言われた時は大変やなって思いますけど、全部楽しいですね。ちょっと寝てたりとか、さっきも寝てましたけど、その寝顔が可愛いなとか、ママ抱っこしてっていうのとかもなぜ可愛いですよね存在はもちろん大きいですし、助けてもらえたり逆に助けたり、お互いで補い合うような大事な存在ではありますね。いつもありがとうですね。2人ともいつもありがとう、感謝してます。
まだ2年目なんですよ。去年オープンしたばかりなんですよ。もともと僕はだから実家もケーキ屋でそんなに独立するっていうつもりは個人的にはなかったんですけど、妻がもともとやっぱ自分のお店を将来的に持ちたいっていうのはずっと聞いてたので、それだったら、僕もじゃあ一緒にやろうかなっていう形で、お店をし始めましたね。最初は結構チラシとかも巻いたんで、結構お客様もそれで来てくださってて、でそこから2月からなんでおひな祭りから始まってホワイトデー卒入学式来て、ゴールデンウィークと、この母の日まで投資で来てて、あれはだから80連勤ぐらいしてたよね。そうだっけ、お店の休みの日も来て、朝から晩まで1時間働いて、で結局だからあれ6月に家族みんなで体調崩した。ああそうだね、何回かみんなで体調崩してることがある。体調崩してっていう、だからそういう嬉しい悲鳴では、最初から来てくれありがたかった。今社員の子がいますけど、いない時は一人でずっと5時半出勤をしてて、帰ってくるのも9時とかそこら辺になってたりとかしてたので、そういう時は子供はおばあちゃん家に遊んでて、一緒に遅くまで働いてたりはしたんですけど、すごいなという思いですね。もうありがたいですね。感謝ですね、本当に。最初の去年1年間はもう僕がやりたいことをやってる中で、もうずっとサポートに回ってもらってるっていう形にはなってましたね。妻ももちろんパティシエなんでお菓子作りたい気持ちもあった中で、ちょっと僕が1年間結構自由にやらせてもらってて、自分も楽しみもありながらでも2人のお店だから2人で作りたいなみたいな気持ちもあって、文句じゃない、ちょっと話し合いとかも何回もして、僕は朝一で来てますけど、妻はずっとその睡眠時間とか体調とかすごい気遣ってくれてて、役割分担っていう形で、僕がずっと朝は行くんで、だから子供の朝の準備とかはお願いねっていう形でずっとやってもらってたので、すごい支えてもらってるのでありがたいですね。2歳2ヶ月3ヶ月彼がいるからお店も頑張れますし、彼とお客様だとお客様は当たり前だけど、そうだ、お客様は当たり前だけど、自分たちがしんどくても頑張ろうって思えるのはやっぱり子供がいるからですね。支えてももらってる。しんどくなったら、ちょっと思い浮かべてしまいますね。もうありきたりやけどそうなっちゃうよな。厨房によってお客さんが、そうだね、お客さんもやっぱり子供がやっぱいるっていうだけでちょっと敬遠するお客さんも最初はいるかなと思ってたんですけど、結構やっぱお客様みんな温かい目で見てくれてて、息子にむしろ会いに来てくれるお客様とかもいらっしゃるので、見守ってもらえてるのがすごいありがたい。本当にそうだよね。孫のように思ってくださる方がもう割といらっしゃって、本当ありがたいです。本当にお客様にありがとうございますという感謝の気持ちでいっぱいです。至らない点も多々あると思うんですけれども、精進してまいりますので、これからもよろしくお願いします。ここが美味しいって言ってくれてるお客様がやっぱそれを裏切らないように、品質も落とさず、僕らも怠けたりもせず、一つ一つやっぱりこだわって、真摯にお菓子に向き合って、いいものを作っていけたらなとか、作っていきたいと思うので、よろしくお願いしますかな。いつもありがとうございます。本当に皆様に助けてもらってるので、本当にありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。